あの AI とかスマホの裏側で世界中の半導体に絶対に欠かせない、素材を供給している会社があるんですが、よく話題になりますよね。需要は確実にあるのに、株価の動きが非常に激しいという。そうなんですよ。業績も株価も急騰と急落を繰り返す。これなんでか気になりませんか、あなたも。そこがまさにこのセクターの一番面白くてかつ、投資家を悩ませるポイントですよね。はい。だからこそ、その株価の表面的な動きに一喜一憂するんじゃなくて、エンジンの内部構造をしっかり見る必要があると思うんです。おっしゃる通りです。というわけで、本日の深掘りは JX 金属の最新の IR 資料、それから決算補足説明資料といった公式な事実のみをベースに進めていきます。ネットの噂とかではなく、冷徹な数字と戦略だけを追っていきましょう。はい。情報型の今の時代だからこそ、そうした一時情報から、点と点をつなぐ作業が不可欠ですね。ええ、マクロ経済の波と、企業が独自に進めるミクロの戦略、この両面を掛け合わせて読み解くことで、本当の企業価値が見えてくるはずです。そうですね。で、本日あなたに必ず持ち帰っていただきたい、今日わかることは3つあります。はい、整理していきましょ1つ目は、なぜ JX 金属が AI 時代の絶対王者になりうるのか、その驚異的なシェアの裏側ですね。う。で、2つ目は、投資家が一番気になる財務体力と、今回発表された配当の大幅な上振れ、この本当の意味です。それは大きいニュースでしたね。はい。そして最後3つ目は、東方チタニウムの完全子会社化という次の一手がもたらす追い風とハードル、この3点です。この3つを抑えるだけでも、次にテクノロジー関連のニュースを見た時の、解像度が劇的に上がるはずです。では早速、1つ目の圧倒的な世界シェア製品についてお話ししたいんですが、結論から言うと JX 金属ってニッチだけれども今の時代に不可欠な分野で独占的とも言える強さを持っていますよね。数字で見ると圧倒的です。スマホなどに使われる圧延導箔で世界シェアの約 80%。さらに半導体製造に欠かせないスパッタリングターゲットという分野で約 60% を握っているんですよ。そのスパッタリングターゲットっていう言葉、少し専門的だと思うんですが。そうですね。日常のイメージに例えるなら、超プレシスなハイテクプリンターのインクだと考えてみてください。なるほど。ハイテクなインクですか？今世界中の企業が AI という最高級の絵を描こうと競い合っていますが、JX 金属のインクを使わなければその繊細な絵は完成しないんです。他のインクじゃダメなんですね。他社の製品では代用が効かないんです。つまり、これからの AI ハイウェイにおいて独占的な料金所を持っているような状態と言えますね。その料金所を通過しないと最新の AI サーバーもスマホも作れないわけですね。それは確かに強烈な参入障壁です。はい。そして、その独占的な強さが2つ目のトピックであるビジネスモデルの根本的な大転換に直結しているんです。過去の JX 金属をご存知の方からすると、ここ数年の変化にはちょっと驚かれるかもしれませんよね。彼らは従来の資源を掘って精錬するという伝統的な重工長大産業から、独自の技術で高付加価値な素材を作る技術立脚型の機能材料とか電子材料のメーカーへと完全に軸足を移しつつあります。工業と比較すると、その立ち位置の違いがよくわかりますよね。例えば、売上が 1.9 兆円規模と非常に大きい総合素材メーカーの三菱マテリアルとか。はい。三菱マテリアルは規模は大きいですが、利益率の構造が違います。あとは資源開発の比重が高くて、金属市況の波を直接かぶりやすい住友金属鉱山とも明確に異なるルートを歩んでいますよね。そうですね。どちらかといえば、高収益な電子材料に特化している三井金属に近いポジションを築いています。これも身近な例に置き換えるなら、はい、何でしょ天候や相場に業績が左右されやすい農家から、自分たちだけの特別なレシピで勝負する高級レストランへの転身を図っているわけです。う。なるほど、農家から高級レストランへ。ただ素材を売るんじゃなくて、付加価値という腕前で利益を出す構造ですね。規模の追求から利益率の追求へのシフトです。そして3つ目のポイントが、銅のバリューチェーンの一貫体制です。ここで少し上流から下流へと流れる川を頭に思い浮かべてみてください。川ですね。源流から下流まで。いいですね。その川の源流にあるのがチリなどでの鉱山権益です。そこから川を下って国内での精錬、
先ほどのハイテクインクのような高機能銅材の製造が行われます。はいはい。そして最後、川の行き着く先にあるのが e-waste、つまり電子機器廃棄物からのリサイクル事業なんです。鉱山から掘り出した資源を加工して最先端の素材として販売して、最後は使い終わった基板なんかから再び貴重な金属を回収する。その通りです。この川の流れの中で利益を他の他社に一切こぼさない仕組みが出来上がっているんですね。これこそが最大な強みです。他社がどこか一部の工程だけを担っているのに対して、JX 金属は全てを自社グループで完結できる。これにより、サプライチェーンの分断リスクにも強く、コスト競争力も圧倒的になります。さて、こうした強力なビジネスモデルがあることは分かりました。しかし、投資家であるあなたにとって一番重要なのは、それが実際にどれだけのお金を生み出しているのかですよね。はい。企業の通信簿ともいえる決算数字ですね。まずは本業の儲けを示す営業利益から見ていきましょうか。ここからが今日一番大切な話になりますね。過去比で見ると、第3四半期の累計で1248億円。前年の同じ時期と比べてなんとプラス 44.8% の大幅な増益となっています。はい、素晴らしい数字です。この数字を押し上げた要因は一体何だったんでしょうか。大きく2つの強烈な追い風がありました。1つ目は為替です。期中の平均が1ドル149円という円安水準だったことですね。なるほど。円安の恩恵ですね。2つ目は2つ目が LME、ロンドン金属取引所での銅の国際価格です。これが12月に1ポンドあたり568セントという歴史的な高値を記録したことが利益を大きく牽引しました。歴史的高値ですか。ただ、利益が出ているからといって安心はできませんよね。黒字で成長している企業を評価する上で私たちが必ずチェックすべきなのが安全性です。自己資本比率のデータを見てみましょう。市場の平均、例えばトピックスを構成する企業の平均的な安全基準はだいたい 30% 程度と言われています。30% ですね。それに対して JX 金属の自己資本比率は約 48.0% と非常に高い水準を保っているんです。48% ですか。これは個人の家計で例えるならどういう状態でしょうか。まさに住宅ローンのイメージがぴったりですね。自分が持っている家、つまり会社の資産の約半分はもう誰にも返さなくていい自分自身のお金で賄われている状態です。家の半分はもう自分のものという安心感ですね。これだけ自己資本があれば仮に経済ショックが起きて一時的に業績が落ち込んでも簡単に揺らぐことはありません。非常に強固な財務体力ですね。実際に本業でどれだけの現金を稼ぎ出したかを示す営業キャッシュフローも2024年度の通期実績で2154億円と凄まじい稼ぐ力を見せています。そうなんです。これだけ手元に現金が残るとなると、投資家としてはそのお金をどう使うのかが気になるところなんですか。そこです。今回の決算資料を読み込んでいて、私が最も痺れた数字がまさにそこにあります。何でしょうか。彼らはその潤沢な現金を株主に大きく還元する決断をしたんですよ。具体的には、1株当たりの配当見通しを期首の18円から27円へと大幅に下方修正したんです。18円から27円ですか。絶対に見逃せない大きなニュースですね。本当に大きいです。でもなぜ期中になってここまで大胆に配当を増やせたのでしょうか。 JX 金属には利益のうちどれくらいを配当に回すかという配当成功の基本ルールがあるんです。ベースは 20% 程度なんですが、20%、はい。ここに銅価格の上昇などで上振れた想定外の利益についてはその一部をしっかりと株主に還元するという独自のルールを設けているんです。なるほど。今回はそれを忠実に実行した結果、配当成功の見通しが 27% に引き上がったということですね。資源価格の高騰という一時的なボーナスを会社にただ溜め込むんじゃなくて、ルール通りにちゃんと投資家と分け合う、この姿勢は市場からも高く評価されそうですね。経営陣が株主としっかり向き合っている証拠だと言えますね。ただ、配当の大幅な増額といういいニュースがあったからといって、無条件に飛びつくのは危険ですよね。そうですね。投資には必ず両面がありますから。はい。今この銘柄を持っているあなた、あるいはこれから買おうと考えているあなたが何を確認すれば安心できるのか、逆にどんなリスクを警戒すべきなのかをここでフラットに整理しましょまず安心材料、つまりこのままホールドを検討するに足る理由から整理しましょうか。う。お願いします。先ほど挙げた自己資本比率 48% という強固な財務体力と
年間2000億円を超える営業キャッシュフロー。これは大きな下支えになります。加えて、やはり AI やデータセンターの増設という今後数年は続くであろうメガトレンドのど真ん中にいることですね。市場全体の平均的な企業と比べても、これほど明確な成長の波に乗っている企業は多くありません。その通りです。では逆に警戒材料は何か。良いニュースが続いている今だからこそ売りたくなるかもしれないポイントが2つあります。はい、何でしょう。1つ目は、半導体市況特有の羽の激しさです。顧客の在庫調整などが起きると、いくら優秀な素材を作っていても一時的に需要が急減します。そのため、株価のボラテリティ、つまり上下の振れ幅がどうしても大きくなります。ジェットコースターのように上がる時もあれば下がる時もあるということですね。はい。そして2つ目が、利益構造における残存リスクです。農家から高級レストランへシフトしているとお話ししましたが、完全にシフトしきったわけではないんですよ。と言いますと。依然として利益の多くが銅の国際価格に大きく依存している側面が残っています。LMA の価格が暴落すれば、当然業績も引きずられますからね。なるほど。AI というテクノロジーの成長性と、銅という資源価格の不安定さ、この2つを同時に抱え込んでいるのが現在の JX 金属なんですね。ええ、まさにそのバランスに上に立っています。そこで投資家であるあなたへ3つの問いかけです。まず1つ、AI スーパーサイクルの長期的な恩恵を信じて、多少の波には目をつぶり、今のところホールドするのか。2つ、銅価格が歴史的高値にあり、配当も上振れした今を好機と捉えて、一部を利益確定しておくのか。はい。3つ、株価の上下動が激しいこのセクターから、より業績が安定している内需株やインフラ関連などのセクターへ乗り換えを検討するのか。これに絶対の正解はありませんからね。ご自身のポートフォリオのバランスやリスクをどこまで許容できるかによって答えは変わってきます。ぜひご自身の投資スタンスを再確認するきっかけにしてみてください。さて、ここからは少し時計の針を未来に進めてみましょうか。はい、未来展望ですね。ええ。この企業の中長期的な成長において、これから吹くであろう追い風と乗り越えなければならないハードルを見ていきます。未来を占う上で最大の追い風となるのが、先日大きなニュースにもなった東方チタニウムの完全子会社化です。これまでは親会社と子会社がそれぞれ上場している親子上場の状態でしたが、それを解消するわけですよね。これにはどんな狙いがあるんでしょうか。第一に、意思決定の圧倒的な高速化です。そしてより重要な戦略的狙いが、次世代半導体向けに不可欠な CVD、ALD 材料における技術融合なんです。CVD、ALD 材料ですか？はい。これは塩化技術というものを応用するんですが、ちょっと専門的で難しくなってきましたね。これも何か日常のイメージに例えられますか？そうですね。原子という極小のブロックを一つずつ正確に積み上げて、目に見えないほどの超高層ビルを建てる神業だと想像してみてください。原子の超高層ビルですか？少しでも手元が狂えば崩れてしまうような極めて繊細な作業ですね。まさにその通りです。半導体がどんどん小型化、高性能化する中で、従来の技術では限界が来ているんです。はいはい。そこで東方チタニウムが持つチタンに関する高度な加工技術や塩化技術がどうしても必要だったんです。JX 金属の銅の技術に東方チタニウムの技術が加わることで、彼らはこの原子の超高層ビルを建てるための世界最強の職人集団になろうとしているんです。なるほど。異なる強みを持つ職人同士が完全に一屋根の下に入ることで、他社には真似できない最先端の材料を生み出せるようになるわけですね。ええ。さらに、チタン原料のサプライチェーンもグループ内で垂直統合できるため、近年重要視されている経済安全保障の観点でも、他国に依存しない強い体制が作れます。これは非常に強力なシナジーを生むはずですね。ただ、バラ色な未来だけを語るわけにはいきません。クリアすべきハードルも当然ありますよね。もちろんです。最大の外部リスクは、マクロ経済の不確実性と地政学的リスクです。と言いますと具体的には？特に米国の関税政策の行方次第では、グローバルなサプライチェーン全体にブレーキがかかってしまって、彼らの素材への需要が一時的に冷え込む可能性があります。世界中でビジネスをしている以上、各国の政策動向からは逃れられませんからね。内部的なハードルはどうでしょうか？内部的には、先ほどの高級レストラン化を完全に成し遂げられるかという実行力のリスクですね。実行力。
ですか？はい。今のスパッタリングターゲットに次ぐ、もう一つ、あるいは二つの新しい高収益事業の柱を本当に育てきれるのかどうか。なるほど。M&A や子会社化でお金を使ったものの想定通りに新規事業が立ち上がらないというケースは、企業買収の歴史上よくあることですから。統合のシナジーを絵に描いた餅にせず、実際の数字として叩き出せるか、経営陣の手腕が問われるフェーズですね。ただもし、JX 金属が米国の関税リスクや資源価格の変動をうまく乗りこなし、東方チタニウムとの技術融合を成功させることができたなら、彼らはもはや景気に左右される非鉄金属メーカーという枠を完全に超えることになります。それはどういうことでしょうか？世界の半導体や AI インフラを裏で支える先端テクノロジー材料の巨人として、これからの数年で全く新しい成長軌道を描き始める可能性があるということです。市場からの見られ方も根底から変わるかもしれません。非常にエキサイティングな展望ですね。さて、あなたと深掘りしてきた時間もあっという間に終わりに近づいてきました。貴重なお時間をいただきありがとうございます。ありがとうございます。今日見てきたように JX 金属は従来の資源の波に翻弄される企業から地味らの技術力で AI 時代の心臓部へ入る企業へと劇的な構造改革の真っ只中にあります。はい。圧倒的なシェアという参入障壁、自己資本比率 48% という盤石な財務、独自のルールに基づく配当の増額、そして東方チタニウムの完全子会社化という未来への布石。すべてがつながっていますね。一方で半導体サイクルの波や依然として残る同価格への依存、さらには地政学的なリスクといったハードルも包み隠さずお話ししてきました。良い面も悪い面も、すべては公式なデータに基づいた事実ですからね。なお本日の深掘り分析は、あくまで情報提供を目的としています。はい。最終的な投資判断は、ご自身のライフプランやリスク許容度とよくご相談の上、必ずご自身で行っていただくようお願いいたします。ここで最後に、あなたに一つ思考の種まきをしてお別れしたいと思います。はい。もし、JX 金属がこのまま技術立脚型のビジネスモデルへの転換を完全に成功させて、利益の大部分をテクノロジー素材から稼ぎ出すようになったとしたら、株式市場はいつか彼らを資源株とか市況株としてではなく、PER が高い純粋なハイテク銘柄、あるいは半導体銘柄として再評価する日が来るのでしょうか。それは非常に興味深いテーマですね。あなたなら、この劇的な変化を遂げつつある企業の決算と戦略をどう評価しますか？ぜひコメント欄などで投資家同士の落ち着いた意見交換ができれば嬉しいです。皆さんのご意見お待ちしています。それでは今回の深掘りはこの辺で。また次回お会いしましょう。投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。気になる銘柄があればぜひコメントで教えてください。